こんにちは。私たちは今、東京から約70キロ北にある栃木県足利市の足利学校に来ています。足利学校は日本最古の学校と言われるところで、9世紀ぐらいに開かれたという伝説もありますが、確実なのは15世紀以降です。いずれにしても日本の学問のルーツを考える上で大変重要な場所です。16世紀に来日したイエズ会宣教師フランシスコ・ザビエルは、ここを日本で最大の最も有名な大学であると述べています。さて、この大変長い歴史を持つ学び舎ですが、高橋さん、ここでは一体どのような授業が行われていたんでしょうか。はい、まずは儒教の経典であります四書五経、その中でも特によく読まれたのがこの週のテーマであります論語ですね。その他16世紀にはなりますと実用書であります占いの書物、また兵書の兵学の書ですね、そういったものも読まれるようになりました。先生や生徒はどのような人だったんでしょうか。はい、先生はいわゆる漱石を持つ禅僧と言われるような方で、鎌倉の五山寺院などと深い関係があったと言われています。生徒は全国各地から集まってきた武士、あるいはお坊さん、僧侶といった方たちですね。彼らはここで学び、そして自らの国に戻り、そしてその身につけた知識をご自分の大名などに使える時に政治や軍事に深く関わっていく知識としたと言われています。そのような活動の中で、論語という中国の古典は一体どのような影響を与えたんでしょうか。はい、論語は3世紀の終わり頃に日本に初めて入ってきた中国の古典石、漢石であるというふうに言われています。従いまして古代から広く読まれてきたのですけれども、15世紀や16世紀になりますと、貴族や僧侶だけではなく武士たちの間でも人生の教訓だけではなく、あるいは生きるための知識として論語に大きな影響を受けていると言われているんです。戦国大名が残した家訓などの中にもそうした影響が見られるんです。そして戦国の世の中が終わると一般庶民にまでも広がっていきますね。はい、日本では14世紀に初めて論語の出版が行われましたけれども、17世紀以降になりますと膨大な量の論語の出版が行われるようになったんです。近代に入っても人気は衰えませんね。はい、実はこの部屋でも論語を声を出して読む、いわゆる素読と言われる授業が頻繁に現在でも行われているんです。また現代でも続々と新しい注釈書や現代語訳の本が出版されております。この足利学校をはじめとしていろいろな方を対象とした論語の授業が各地で行われているんです。このように論語は日本の文化にとって大変重要な書物であるということがわかります。なぜ2500年も前に作られたこの書物が今に至るまで人々を引きつけてやまないのか。この第2週では古い版本や写本なども使って高橋さんにその魅力を解き明かしていただきたいと思います。